来月から実家に引っ越すわ。子供の世話はよろしくね。長男夫婦は電話口でそのように言ってきた。一体どこに引っ越すというのだろうか。嫌な予感がしたので、私はそれからすぐに電話番号を変えて、彼らと連絡を取らないようにした。その後、長男夫婦は地獄を見ることになった。私はのぞみ、60代の主婦だ。夫に数年前に先立たれ、子供たちも自立し、今は広い一軒家に一人で住んでいる。夫との出会いは大学時代で、同じサークルに所属していたことがきっかけで私たちは知り合った。学生の頃からお付き合いをしていて、お互いが会社員になって3年ほどが経った頃に結婚に至った。夫婦仲良く楽しい日々を過ごし、それから数年後に私は長男の明を出産。子供が生まれてからは、家事に育児に仕事にと忙しい日々を過ごした。それでも夫が家事と育児を手伝ってくれたので、負担が大きくて辛いということはなかった。長男が生まれてから3年が経った頃、今度は次男の正人が生まれた。子供は2人は欲しいねと夫と話していたから、2人目が生まれてとても嬉しかった。私と夫は長男も次男も分け隔てなく、愛情を注いで育てたつもりだ。当たり前だがどちらのこともとても大事で愛おしく感じていた。そして息子たちはすくすくと成長していった。現在は長男も次男もどちらも社会人としてちゃんと自立して働いている。だが、子育てはずっと順風満帆にいっていたわけではない。私たちが平等に子供たちに接していたつもりでも、子供の方はそうは受け取っていないということがあるようだ。長男は性格的に少しわがままなところがあり、自分が一番に扱われないと納得できないタイプだった。それは子供の頃からそうで、例えば次男が誕生日の時にお祝いをすると、長男は機嫌が悪くなっていた。次男にあげたプレゼントを奪おうとすることもあったので、私たちはそれを止めて叱ったりした。ただ叱ると、長男は余計に自分が大事にされていないと感じるようで、拗ねることが多かった。なかなかデリケートな子だなと、私と夫は長男の子育てには頭を悩ませたものだ。長男のわがままっぷりは、いちいちこっちが注意して見ていないといけなくて、よそ見をしていると、次男が被害を受けてしまう。食事の時とかも、次男の方のハンバーグが大きいとか、なんで先に次男の前に料理を出すのとか、とにかく自分が優先されないと気が済まないのだ。私も夫も長男がそうやって、わがまま言うのを注意して何とか強制させようとするのだが、そうやって怒れば怒るほど、どうして自分ばかり怒られて次男には怒らないのかと、それすら納得がいかないという態度をとってくる。次男は何も悪いことはしていないし、むしろ被害者だ。だから怒る必要もないということを説明しても、子供である長男には理解ができない。そして、いつも次男ばかり優遇されててずるいと言って泣き出すのだ。もちろん、私と夫は長男にもちゃんと愛情を注いでいた。長男が誕生日の時には欲しいと言っているプレゼントを買い与えていたし、長男が何かを頑張っていた時にはちゃんと褒めている。それでも自分がちやほやされた時は当たり前で、次男が褒められたりいい思いをしていると、嫉妬心がすごく出るのだった。なるべく長男には慎重に接しないといけないと、私と夫は神経をすり減らしていた。一方で次男は達観しているというかひょうひょうとしていて、長男がそうやって嫉妬心むき出しできても、うまく対応していた。だからひどい兄弟喧嘩にはならずに、長男が一方的に怒っているという感じが多かった。次男はとても賢い子で、正面から衝突しても意味がないというのを分かっている様子だった。とても聞き分けも良くて、勉強もできるので手がかからなくて助かったものだ。だが今思うと、そういう風に次男が優秀だったことが、長男が嫉妬深くなった理由の一つだったのかもしれない。長男は平均よりも少し学力が低く、スポーツでもそこまで活躍できるほどの運動神経はなかった。
そのため、昔からテストの成績が良かった次男に対して嫉妬していたのかもしれない。やはり兄弟間で、そういう部分での差がはっきりとあると、卑屈になってしまうのだろう。その辺も私たちは考慮した方が良かったのかもしれない。その後、息子たちはどちらも大学まで進学したが、進学した大学も学力の差はあった。次男は現役で難関大学に合格したのだが、長男は一浪して滑り止めで受けた私立大学に進学した。それでも、二人とも大学まで進んでくれたことは親としては嬉しかったのだが、長男の劣等感はかなりのものだったようだ。次男が大学に合格してから、長男はあからさまに次男を無視するようになった。今までも機嫌が悪かったり、自分の思い通りにならないと、無視をしたり子供っぽい態度を取ることが多かったのだが、次男が大学に合格した時はかなり長い期間無視をしていた。結局、それから次男と一言も喋らないまま、長男は大学を卒業し、就職を機に一人暮らしを始めた。私と夫が注意をしても聞き流すし、次男は次男で話しかけてこないなら、こちらも別に無理には話しかけないというスタンスでいたので、兄弟の間にはかなりの溝ができてしまっていた。そしてそれから、長男はめったに実家に帰ってこなくなった。正月とかに帰ってくることもほとんどなかった。だが次男が大学を卒業して就職をして一人暮らしを始めると、定期的に実家に帰ってくるようになった。どうやら長男は次男がいるなら、家には帰らないというように決めていたようだ。親としては兄弟で仲良くしてもらいたいものだが、もう息子たちもいい大人だし、きっと長い年月を経て普通に話せる日が来るだろうと信じるしかなかった。いずれにせよ、息子たちがちゃんと社会人として自立してくれてよかった。それから長男は次男よりも先に結婚をした。お相手はゆかさんという女性なのだが、これまた少し癖のある人だった。先に言っておきますけど、私はお母さんたちの介護とかは絶対にしないですからね。何かあった時に、私たちに頼ろうとかしないでくださいよ。長男なんだからとか言っても、無視しますから。長男嫁は結婚の挨拶の段階で、そのようなことを言ってきたのだ。私も夫も初対面なのに、そんなことを言われてすごく驚いた。そして長男は、長男嫁の発言をとうなずいているのだ。これは、厄介な夫婦が誕生してしまったなと思ったのを覚えている。両家の顔合わせの時は、長男は次男を呼んでいなかった。それを見て、私と夫はさすがに長男のことを非難した。いくらなんでも、そこまで子供じみたことをするとは思わなかった。私たちが怒ったことで、長男はしぶしぶ結婚式には次男を招待した。次男はあまり気にしていなかったけれど、長男がまだまだ幼稚だったことにはがっかりしたものだ。それから数年後、今度は次男が結婚することになった。次男が連れてきた舞さんという女性は、優しくて笑顔が素敵なおっとりした方だった。次男と波長が合うのだろう。二人はすごく似ている気がした。次男と次男嫁は大学生の時に出会ったそうで、社会人になってからお付き合いが始まったそうだ。二人が揃うとほんわかした空気に包まれ、私はすごく癒されたものだ。結婚式もとてもいい式で、参列している人たちも優しそうな人が多かった。だが長男夫婦は、私と夫と同じテーブルで軽く悪態をついていた。私たちの結婚式よりも全然地味ね。まあ、あいつにはこれくらいがお似合いだろう。俺の勝ちだな。長男夫婦の会話を聞いて私は嫌な気分になった。結婚式に勝ち負けなんてものはないだろう。みんな自分がやりたいようにするのが結婚式なのだから、それぞれ違った良さがあるはずだ。だが祝いの席で長男夫婦を注意して、次男の結婚式を邪魔することはしたくなかったので、私も夫も長男夫婦のことはできる限りスルーした。息子たちがそれぞれ家庭を持ったことで、私と夫はようやく子育てが完結したような気持ちになった。
これからは私たち夫婦の時間を生きるという感じね。そうだな。たくさん行きたいところに行って、やりたいこともやろう。夫は嬉しそうにそう言ってきた。私も夫となら、まだまだたくさんの思い出が作れそうだと嬉しくなった。それから私たちはいろんな場所へ旅行に行った。海外にも行ったりしてたくさんの自然や物、人に触れ合った。夫と一緒にいろんな場所へ行けてすごく楽しかった。だがそんな楽しい時間もある日、急に終わりを迎えることになる。夫が病気になってしまい、入院をすることになってしまったのだ。それからしばらく見舞いに通って、夫が元気になるのを待ったのだが、夫の体調は回復しなかった。そして夫は容体が悪化して亡くなってしまった。私は最愛のパートナーを失い、とても悲しかった。葬儀を終えても悲しくて、しばらくはずっと落ち込んでいた。次男夫婦はそんな私を気遣い、よく顔を見せに来てくれていた。そのおかげで、私は少しずつ元気を取り戻すことができたと思う。次男夫婦が頻繁に来て私を励ましてくれなかったら、私はどうなっていたかわからなかっただろう。そして私は夫の夢を叶えようと思い、それに向けての準備を進めることに。1年ほどかけて準備をして、それから実際に夢への計画が進み始めた。だがそんな時、いきなり長男夫婦が家にやってくるようになった。母さん元気にしてる？ええ、元気よ。お母さん、私たちに何でも相談してくださいね。ありがとう。一体どうしたのだろうか。今まで実家に寄りつこうともしなかったのに、どうして急に頻繁にやってきて、こんなに優しくするようになったのだろう。母さん、俺たちと同居しないか？同居。お母さん、お父さんを亡くしてから一人で寂しいですよね。だから、私たちが支えてあげたいなって思ったんです。それに孫に会えるのも嬉しいじゃないですか。長男夫婦には現在3歳になる男の子がいる。確かに孫は可愛いけれど、なんだか長男夫婦の提案には裏がありそうで私は怪しいと思った。だから、丁重にお断りをすることにした。そうやって言ってくれるのはありがたいけど、でも私は一人でも大丈夫だから。そんな、母さんのことが心配なんだよ俺たちは。お母さん、よく考えた方がいいですよ。一人きりで暮らして何かあったらどうするんですか？倒れた時に発見が遅れたら、そのまま亡くなってしまったらどうするんですか？そんな不安になるようなことを言わないでよ。私はもしものことを考えたら、絶対に同居した方がいいと思うってことを言いたかったんです。長男夫婦はそうやって私の不安を煽ってきた。確実に何かを企んでいるに違いない。ますます怪しいと思い、私は長男夫婦の提案には絶対に乗らないことに決めた。いろいろと心配してくれるのはとても嬉しいけど、本当に大丈夫だから。あなたたちもあなたたちだけの生活を楽しんでちょうだい。私がそう言うと、長男夫婦はつまらなさそうな顔をした。思っていたような流れにならなくて、苛立っているような感じだ。だが長男夫婦はその後もやたらと私の家にやってきた。母さん、元気か？ええ、変わらず元気よ。だから、そんなに頻繁に来なくても大丈夫よ。そんな悲しいこと言わないでくれよ。息子が来たっていうのに嬉しくないの？そりゃ嬉しいけど、長男夫婦は遊びに来るたびに、必ず晩ご飯まで食べていく。だが当たり前のようにお金を出してくれることはない。だから私の食費がかなり高くなるのだ。それに長男夫婦は孫を私に押し付けて出かけてしまうこともある。まるで私は家政婦みたいだ。もし同居なんてしたらこれが毎日続くことになるだろう。そんなことは絶対に嫌だった。さすがに何度もこうやって家に来られると私も落ち着かないので、私は注意をすることにした。ねえ、
こんなに何度も家に来られても困るわ。ただ来るだけならいいけど、あなたたち必ず晩ご飯も食べるし、孫だって預けて出かけることがあるでしょ。ただ飯をそんなにされたらこっちの出費がどんどんかさむし、孫のこともそうやって頻繁に預けられても困るわ。私がそう言うと長男夫婦は目を見開いて怒った。母さん、ひどいよ。俺たちの優しさをそんな迷惑なことのように言って。そうですよ。そんなにも恩知らずだなんて思いませんでした。いやいや、迷惑に感じているのは事実だから。恩知らずって、恩を感じるようなことはされていないんだけど、私はもううんざりし始めていた。気を悪くさせたようで申し訳ないけど、でももう来なくていいわよ。私はもう元気だから。もう来られても家に入れないから。冷たく私がそう言うと、長男夫婦は目を見開いて私を睨みつけた。そうやって強がり続けると、本当に一人っきりになっちゃうぞ。長男が吐き捨てるようにそう言って、長男夫婦は出て行った。それからしばらく長男夫婦はやってこなかった。孫のことも預けに来なくなった。だから私は安心しきっていたのだが、ある日、こんな電話が長男夫婦からかかってきた。来月から実家に引っ越すわ。え、どういうこと？母さんがなんて言おうと、もう決定したことだからな。そういうことなんで、これから仲良くしましょう。子供の世話はよろしくね。長男夫婦は電話口でそのように言ってきた。一体どこに引っ越すというのだろうか。私はもうすぐ、この家から離れることが決まっている。だがそのことについては長男夫婦には一言も話していない。嫌な予感がしたので、私はそれからすぐに電話番号を変えて、彼らと連絡を取らないようにした。その後、長男夫婦は地獄を見ることになった。それから1ヶ月が経った。私は新しい場所で幸せな日々を送っている。そんな中、長男夫婦から鬼電がかかってきた。あれから何にもなかったので安心していたのだが、もしかしたらと思い対処しておいてよかった。私は鳴り止まない電話にため息をつきながら出た。もしもし。おい。母さんどういうことだよ。母さんは新しく家を購入したんじゃなかったのかよ。やっぱり長男夫婦は何か勘違いしていたようだ。家を購入？そうだよ。何ヶ月も前から建設が進んでいた場所に母さんがいるのを嫁が見たんだよ。広さ的に考えたら7000万くらいはかかってそうな豪邸が建ちそうだって言ってたんだよ。おお、金額をピタリと当ててきている。確かに私は7000万の新築の建物を買った。すごいじゃないか。そっか、見られていたのね。だから、あなたたちはやたらと同居したいって言ってたのね。それは、今は関係ないだろ。家が完成されたようだったから言ったら、なんだよあれ。実家を新しく建てたんじゃないのかよ。宿泊の予約がないと入れないとか言われたぞ。私は何にも言ってないじゃない。あそこは、お父さんが経営したいって言っていたゲストハウスよ。ゲストハウス。いろいろと海外の国に行くうちにもっといろんな国の人と関わりたいって言って、お父さんはゲストハウスを作ることを夢にしてたのよ。それを私が叶えたってわけ。まあ私はオーナーとして参加して、基本的に運営はお父さんの弟がすることになったけど。そんな。俺たち、もう部屋も解約しちゃったんだよ。そんなの知らないわよ。あなたたちのミスでしょ。ふざけんなよ。今から実家に行くから俺たちをそこに住まわせろ。残念だけど、あの実家ももう売ったわよ。え？私は今違う場所に住んでいるわ。どこにいるのよ。教えなさいよ。長男の次は長男嫁が話し出した。どうやらスピーカー状態にしているようだ。そうね、せっかくだから教えてあげる。日本じゃないどこかの国よ。
私、海外移住したから。だから、あなたたちが私を見つけるのはきっと無理ね。そんな。あ、そうそう。私あなたたちとは縁を切ることにしたから。嘘でしょ。ほんとよ。もう嫌な思いをするのはこりごりだからね。じゃあもういいかしら。電話も切るわね。私はそう言って電話を切った。実は私は次男の海外転勤を機に、海外で一緒に住まないかと提案されていた。長男夫婦につきまとわれているのも面倒だったし、私は次男夫婦についていくことにしたのだ。そのため現在は次男夫婦と仲良く、楽しい海外での生活を送っている。長男夫婦は結局、現在は家賃が安いボロアパートに住んでいるらしい。前に住んでいた部屋の方が広くて快適だっただろうに。まあ、自業自得なので同情はしない。私の方はこれからも家族仲良くしながら、平和な日常を過ごしていこうと思う。支払いありがとう。あんたの分だけキャンセルしといたから。嫁の金で高級ホテルに泊まれるなんて最高だわ。義母と夫が高笑いする声が聞こえる。ぜひ楽しんできてくださいね。私が笑顔でそのように言ったところ、義母たちの笑い声が止まった。変な人ね。あなた私たちに騙されたのよ。別に騙されてなんてないですもん。私、旅行代金一切払ってませんから。私の名前はのぞみ、32歳の専業主婦だ。夫の正人とは仕事関係で出会った。取引先の担当者だった彼と何度か仕事をしていた時に彼の方から食事に誘われた。同い年だった私たちは共通の話題も多く、すぐに意気投合。それから何度か食事に行ったりデートに行くようになって交際がスタートした。その後、順調に交際を重ねて1年後に結婚した。現在は結婚して2年が経つ。だが結婚生活はずっと幸せな状態が続いていたわけではない。結婚当初は夫はとても優しくて、私のことを大切に扱ってくれた。だから私も夫のために尽くそうと家事を頑張っていた。夫は結婚したら家庭に入ってほしいと私に言ったので、私は仕事を退職して専業主婦になった。毎日朝食を作り、お弁当を作って、夜ご飯も手の込んだものを作った。掃除や洗濯も毎日丁寧にやり、家をきれいに保っていた。毎日快適に過ごせて本当に助かるよ。夫はそのように言って家事を頑張る私のことをいたわってくれていた。だから私は毎日頑張れていたのに。結婚して2年も経つと、だんだんと新婚の頃のような仲睦まじい感じは消えるのだろうか。最近、夫の態度が少しずつそっけなくなっている気がする。私が夫のために何かしても全く反応してくれなくなったのだ。今日はマサトの大好きな唐揚げだよ。ああ、そうか。今日はお仕事大変だった。そうだな。夫は私が話しかけてもつまらなそうにしていて、適当な相槌を打つだけ。しかも結婚当初は定時に上がって早くに帰ってきていたのに、だんだんと帰ってくるのが遅くなっていった。連絡もなしに飲みに行くことも増え、晩ご飯が無駄になることも多くなっていった。これがいわゆる倦怠期ってやつなのかな。また昔のように夫と仲睦まじい夫婦でいたいのだが、それは叶わぬ願いなのだろうか。そして私には他にもまだ悩みがあった。それは義母の存在だ。義母は結婚当初から私のことが気に入らないようで、何かにつけて文句を言ってきた。あなたって本当に地味ね。顔が地味だから何にも似合わないか。作る料理だって地味なものが多いものね。しかも美味しくないし最低ね。どうしてここまで悪態をつくのかと私は義母の人格を疑った。義実家に行くとこのように義母からあれこれと悪口を言われていびられる。そして結婚して2年も経つと、孫はまだかとしつこく言われるようになった。
そんな風にプレッシャーをかけられたらできるものもできないだろうに。だが義母はそんなことを気にも留めず、私に子供を産めとひたすら圧力をかけてきた。義父はそのようにいびってくる義母のことを放置。関わることがめんどくさいといった感じだ。そして夫も見て見ぬふりをして私をかばってくれない。私はショックだった。せめて夫だけは私の味方をしてほしかった。そんな風に孤独感を感じていた時、なんだか調子が悪いと思い、私はある日病院に行った。妊娠していますね。私はとてもびっくりした。まさか妊娠していたなんて。でもとても嬉しかった。夫との間に新しく家族ができたことが幸せで、これからの未来に期待した。私はその日仕事から帰宅した夫に早速妊娠を報告。マジで？最近は冷たい態度をとっていた夫も目を丸くしていた。そして私がこくりとうなずくと夫は大喜びしていた。そうか。俺もついに父親か。嬉しいな。望みありがとな。夫が久しぶりに私に興味を持ってくれたような気がして嬉しかった。義両親も孫が誕生したことに喜んでくれて、その時はとても優しかった。私の実家は遠方にあったため、義母がよく私たちの家に来てくれて、妊娠中のサポートをしてくれた。夫もあまり無理はするなよと言ってくれて、また優しい夫が戻ってきてくれたような気分だ。しかし、そんな幸せなひとときもすぐに終わってしまった。きっかけは私が性別を義家族に報告したこと。お腹の中の赤ちゃんは女の子だと医師から告げられたことを義両親に言うと、義母がとても落胆した様子を見せた。なんだい、男の子も産めないのかい？そう言って吐き捨てるように言った義母。私は一瞬何を言われたのかよくわからなかったが、どうやら義母は古い考えのようで、男の子を産むことが大事だと考えていたらしい。性別が女の子とわかると、妊娠中のサポートもしてくれなくなった。そのため私は一番体調が悪い時に一人でいろいろとやらなくてはいけなくなった。夫に関しては、生まれてくる子供の性別は気にしていなかったようだが、私が体調を崩して家事をちゃんとやれなくなったことに対しての不満を言うようになった。またご飯できてないのか。しかもずっとソファーに寝転がってたのかよ。ごめん。具合が悪くて。甘えんなよな。会社員の俺は熱が出てたって出勤しなきゃいけないんだぞ。専業主婦は家事が仕事なんだからしっかりやれよ。妊婦であることを考慮してくれない夫の発言は私を深く傷つけた。お腹の中の子ともうすぐ会えることだけが私にとっての唯一の希望だった。そして私は無事に娘を出産。娘と対面した時は本当に嬉しかった。夫も生まれたばかりの自分の赤ちゃんを見た時はとても感動して喜んでいた。まるで天使のように可愛いな。これなら夫と娘と3人で幸せな家族でいられそうだ。だが私が娘を連れて退院して家に帰ると、夫はまたそっけない頃の状態に戻ってしまった。娘のことは可愛がってはいるものの、泣いている時はすぐに私に任せてくるし、おむつ替えとかお風呂とか面倒なことは何もやらなかった。そしてただでさえ子育てが忙しいのに、そんな事情を考慮せずに、飯はとか風呂はなどと自分優先の発言をしてきた。だんだんと私も夫に対して不信感を抱くようになっていった。離婚の2文字も浮かんできたが、子供が生まれたばかりで私は働きに出ることもできない状態だ。だからとにかく娘が成長するまで我慢するしかなかった。唯一救いだったのは、子育てを理由に義実家に足を運ばなくて済んだこと。義母が娘に興味がなくて、わざわざ会わせる必要もなかったので、夫も私が行かないと言っても何も言ってこなかった。そうして子育てに集中しているとあっという間に時間は過ぎていき、娘も3歳になった。
娘がいろいろと言葉を覚えて話せるようになると、夫も娘に関心がいくようになっていた。夫婦の仲は完全に冷え切っていたが、父親として娘と接してくれているのはありがたい。だがそんな中、私には気になることがあった。それは夫の様子がここ1年ほど怪しいことだ。なんというか急に美意識が高くなったような気がするのだ。今までは髪なんて伸びっぱなしで、私に注意されてから切りに行っていたのに、最近は美容室に自ら行ってかっこいい髪型にしている。他にも香水を使うようになったりしているし、服だってやたらと買うようになった。おしゃれに興味を持ち始めただけなら別にいいのだが、なんとなくいつもそわそわしていて、スマホをいじっている時間も長くなっているのだ。もしかして浮気？そんなことを私は思い、できる限り注意深く夫を観察するようになった。するとある日、夫がたまたまトイレに行っていて、テーブルにスマホを置いていたタイミングでちょうど LINE の通知音が鳴った。私はその時の夫のスマホに浮かび上がった画面の表示を見てびっくりした。そこにはリカという女から、明日の夜会えるの楽しみという言葉とたくさんのハートの絵文字がついたメッセージが来ていたのだ。明日は夫は会社の人たちと飲み会だと言っていたはずだ。それは嘘でこの女と会っているということ。一旦怪しく思うと、全てが怪しく見えてしまう。私はそれからいつまでもモヤモヤが消えなかったので、思い切って興信所に調査を依頼することにした。そして数週間後に調査結果が来たのだが、結論から言うとやっぱり夫は不倫をしていた。相手はどうやら会社の後輩の女性のようだ。いくら夫婦仲が冷え切っているとはいえ、一線を越えるのは許せない。私はそれから離婚に向けて準備をし始めた。弁護士を雇い、そして離婚後に娘を養えるように仕事も探し始めた。そんな中、いきなり夫から家族旅行を提案された。今度父さんの還暦祝いとして旅行に行こうと思ってるんだ。そうなんだ。どうぞ楽しんできなよ。なんだよ、冷たいな。お前も一緒に行くに決まってるだろ。まさかそんなことを言ってくるなんて思わなかったのでびっくりしてしまった。どういう風の吹き回し？私のことまるで興味がなさそうにしていたのに。そんな言い方するなよな。お前だって俺に興味がなさそうだったじゃないか。父さんが還暦を迎えるんだ。できればみんなでお祝いしてやりたいだろう。だから協力してくれよ。私は正直行きたくはなかったが、夫から旅行の日程を聞いてある計画を思いついた。わかったわ。じゃあその日は娘は姉に預けてくる。サンキュー。あとさ、このホテルの宿泊や飛行機のチケットの予約もお願いしてもいい？俺、平日の日中は忙しいからさ。のぞみに任せたいんだ。わかったわ。マジで助かるよ。よろしく頼むな。あと支払いもクレジットで頼むな。後でお金下ろして立て替えるから。クレカで支払うと特典がつくっぽいんだ。頼むよ。でも、私は困ったが、これについてもある計画を思いつき、了承することにした。夫は私が全てを引き受けるととても嬉しそうにしていた。だが嬉しいのはこっちも同じだ。私を裏切ったことに対する復讐を果たしてやる。そして約1ヶ月後に義父の還暦祝いの旅行の日がやってきた。私は夫と一緒に車で空港へ。そこで義両親と久しぶりに再会した。あらのぞみさん、久しぶりね。ご無沙汰してます。相変わらず地味な顔をしてるわね。お母さんは相変わらず太ってますね。私がそう言うと義実家の人たちの表情が固まった。何をいきなり言うのよ。失礼じゃないのよ。そうだぞ。俺の母さんに謝れ。あら。じゃあお母さんも私に地味だと言ったことを謝ってくれますか？なんでそうなるのよ。
私は事実を言っただけよ。私も同じですよ。おい、いい加減にしろよ。母さんのことを侮辱するのは許さないぞ。私はもう怖いものがない状態だったので、義母にも余裕で喧嘩を売ることができた。あら、もしかして太っていたわけじゃなくて妊婦さんだったのかしら。私が妊娠していた時と同じくらいの大きさですもんね。間違ってすいませんでした。何なのよあんた。久しぶりに会ったかと思えばそんな悪口を言ってくるなんて。男の子も産めない役立たずの嫁のくせに。あなたに役立たずと言われようが何にも腹は立ちません。あと私のお腹は出ずに引っ込んでますね。お母さんとはえらい違いですね。私が挑発し続けると義母は怒り狂い、あんたの顔なんて見たくないわ。と言って義父を連れてどこかに行ってしまった。夫もお前、いい加減にしろよ。少し一人で頭を冷やせ。と言って、義両親の方へ行った。搭乗時間まではあと何時間かあるので、きっと3人でどこかお店にでも入るのだろう。私は一人になれてよかったと思いながら、カフェでのんびりと過ごした。そして夫からそろそろゲート近くに来いとラインが来ていたので、とりあえず向かうことに。義母はなぜか義父にもたれかかっていた。どうしたの？私は気になって夫に聞いてみた。すると夫は、お前に対して腹が立ちすぎて立ちくらみがしたんだと発言。このままじゃ飛行機でも酔ってしまうだろうから、酔い止めの薬を買ってきてくれ。今から、搭乗に間に合わないんじゃない？大丈夫だ。お前の荷物は俺が持っておくから急いで行ってきてくれ。わかったわ。私は言われるがままにその場を離れた。何か企んでいることは分かったので、ちょうど向こうから見えなくなる位置まで来た後に、階段を上って2階フロアから夫たちの様子を伺った。すると義母はすぐに義父から離れ、元気そうに夫と話して笑っていた。やっぱり仮病か。そして夫と義両親は私の荷物をその場に置いて、ゲートへと向かって行ってしまった。私はすぐに戻り、荷物を回収。さすがに放置したら盗まれてしまうだろう。そして数分後に夫から電話が来た。ゲートに消えていく夫たちの後ろ姿を見ながら電話を取る。もしもし、今どこ？お前のことは置いていくことにしたよ。え？母さんにあんな失礼な態度を取ったんだから当然だよな。すると電話の声が義母に変わった。支払いありがとう。あんたの分だけキャンセルしといたから。嫁の金で高級ホテルに泊まれるなんて最高だわ。義母と夫が高笑いする声が聞こえる。もともと私を連れて行く予定はなかったんだろう。まあ私も行く予定はなかったが。ぜひ楽しんできてくださいね。私が笑顔でそのように言ったところ、義母たちの笑い声が止まった。変な人ね。あなた私たちに騙されたのよ。普通なら悔しがるところじゃないの。別に騙されてなんてないですもん。私、旅行代金一切払ってませんから。え？スピーカーにしていたのか夫の声が聞こえてきた。どういうことだよ。詳しく説明するのはめんどくさいから今度するわ。じゃあ、私はそう言って電話を切った。そしてすぐに空港を出て車を走らせた。向かった先は私が新しく借りた賃貸のマンション。そこにはいくつかの段ボールが置かれていて、姉夫婦が待っていてくれた。実は私が義実家の人たちと空港にいる間に、姉夫婦が引っ越し業者の対応をしてくれて、荷物を移しておいてくれたのだ。娘のことも預かってくれていたので本当に感謝しかない。新居についてみんなで荷ほどきをするとあっという間に引っ越し作業は完了した。私は姉夫婦へのお礼に焼肉屋に連れて行き、みんなで焼肉を堪能した。その間も夫から電話が来ていたが無視をした。
翌日も昼過ぎに夫から電話が来ていたので、私は仕方なく出ることに。おい、お前昨日のは嘘だろ。料金はちゃんと支払われていたぞ。お前の代わりにスイートルームを満喫したぜ。ええ、そりゃホテルには泊まれるでしょ。支払いは終わってるんだから。は、意味わかんねえぞお前。私がクレジットを使った際に引き落とされる口座を夫婦の共通口座に変えたのよ。そして私が入れてた分のお金は全部自分の口座に移してるから。つまりどういうことだ。あなた、頭悪いのね。つまりあなたが入れているお金からその旅行費が引かれるってことよ。そんな。それじゃあ俺が支払ったってことか。ええ、そうよ。そんな。一体いくらかかったんだ。飛行機代と合わせて大人4人で50万くらいかしら。なんで4人なんだよ。3人しか旅行に行ってないのに。当日のキャンセルは返金されないからね。夫は電話越しで絶句しているようだった。お前、なんでそんなことすんだよ。俺に何か恨みでもあんのか。恨みというか、不倫した男に制裁を加えているだけよ。私もう証拠掴んでるから。あなたが不倫したことの。夫は声にならない声を出して驚いていた。離婚して慰謝料と養育費を請求するから覚悟しておいて。そんな。嘘だろ。あなたが自ら招いたことなんだから自業自得よ。じゃあ、あとは弁護士を通してやり取りしましょう。私はそう言って電話を切ってやった。その後は弁護士に頼んでいろいろと手続きをしてもらった。無事に離婚は成立し、夫と不倫相手から慰謝料を支払ってもらった。クレカの引き落とし先は旅行代金が支払われた後に私の口座に戻した。そしてもちろん夫には養育費も請求している。夫は自分の貯金と稼ぎじゃ支払いきれないようで、義両親からお金を借りて支払ったそうだ。義両親も息子の借金を立て替えたことで貯金がすっからかんになったらしい。現在は夫は実家に戻り、3人で貧しい暮らしを送っているらしい。本当にいい君だ。もちろん元夫には娘と会わせることはしないし、私と娘が住んでいる新居は教えていない。最低なクズ男と結婚して後悔はしているが、娘と出会えたことだけは感謝しよう。そしてこれからは娘と2人で幸せな日々を送っていこうと思う。ご視聴いただきありがとうございます。本日の物語はいかがでしたか。チャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の物語でお会いしましょう。